おはようございます。週末ですけど今日は雨です。相変わらずやりたいことが山ほどあって、作りたいものが無限にあって、一個一個やっていくしかないわけなんですけど、今ね、ロー漬けにハマってるでしょう。あれのおかげでかなり僕が作れるものにも幅が広がったんですけど、釘を熱して叩いてなんか形を作ったりしてて、なんかね、今ロケットストーブでとりあえずやってるんですけど、なんかちゃんとした家事をやるピットが欲しいなと思って、でそれをね、ここのいつも作業してるデッキの石の焚き火台があるでしょ。あそこにちょっとこうレンガを組んでブロワーで風を送れるようにしたら、それでもう炉になるなと思って、ちょっとねそれをねやりたいんですよね。今日は雨が降ってるのでできないんですけど、でこの間も言ってたその雨の時でも作業ができる場所を作りたいって言ってたのもそうなんですけど、あとね、小物で今ね、これを作ったでしょ。食台、持ち運びできる食台と、これね、これを作って、なんていうかね、ちょっとこの旅人の道具というか、なんかそういうテーマでいろいろ小物を作っていこうかなと思っていて、なんとなくその実用というよりどちらかというとロマン重視みたいななんか僕はキャンプはやらないんですけど、結構ね僕のチャンネル見てくださってる方の中にはなんかキャンプが好きな方とかが多いので、なんかこういうのとかキャンプに持ってったらなんか楽しいじゃないですか。なんとなくこういうのを眺めながら、こういうナイフとかこういうなんかちょっとした道具を眺めながらちびちびお酒飲んだりタバコを吸ったりするのが楽しいじゃないですか、焚き火を見ながら。ちなみにこれはね、パイプのタバコが入ってた缶なんですよ。多分ブルーノートっていう葉っぱだったかな。でそれをね、吸い終わった缶をずっとねほったらかしてたんですよ、その辺外に雨ざらしで。それ2年くらい経って、あ、そういえばこんなんあったなと思ってちょっと磨いたらね、なんかいい味が出たんで、こういう小さいナイフとか絆創膏とかメンソレーターもこういうのをね入れるのに使ってるんですよ。なんかこういうね、なんかいただいたお菓子の缶とかね、こういうのをもう捨てられないシリーズでいろいろ取ってあるんで、ちょっとずつ使っていってるんですけど、これもまだピカピカしてるんで、しばらく雨ざらしにしとけばいい味が出るんじゃないかなで今日はね、これ方位地震なんですけど、これはね、多分この風防はプラスチックで、このケースはステンレスですね、きっと。軽いチープなやつです。これがね、多分定価でも500円ぐらいなんですよ。一応メイドインジャパンなんですけどね。でこれがちょっとチープだなと、もうちょっとなんか質感を高めてロマンの部分を足したいなと。真鍮、これブラスです。0.3 ミリぐらいかな、厚さ。これでケースを作ろうかなと。真鍮だったらね、
使っていくうちにどんどん味が出てくるんで、この銅でもいいんですけど、これはちょっと分厚すぎるかな。でまあここの側面の部分を帯状に切り出してくるっと丸めて、で底の部分とロー付けして、でちょっとこっちはこの2ミリくらいのワッシャーみたいな輪っかを作ってカポってはめられるように。でこういう金具もまた後から追加したりして、それをやろうかなと思ってたんですけど、これがね今回は素朴さとか味わいに逃げず、なんかしっかりと寸法を測って設計してカチッとしたものを作りたいんですよ。34.5ミリ、これの直径が34.5ミリ、35ミリとして35ミリだから35、円周が3.14 かける35、3分109.9、110、周囲が110ミリ、110ミリと、厚さもうちょっと出したいな。これじゃちょっと薄いから、厚さ1センチぐらいにするといいかも。でちょっとできればこの上下に100円玉の縁みたいにギザギザの加工ができるといいかな。あとね、これが昨日届いたんですよ。Amazon で注文してたやつが。これが何かというと、アルファベットと数字をこう打刻できる打刻印。これをここに当ててトンカチでガツンって叩くと文字が刻めるやつですね。革にも使えるみたいです。なんかね、いつも僕が物を作った時になんかシグネチャーは入れないんですかみたいなことをよく言われるので、これでちょっとこれからは、こういうのにも直接入れられるし、これをちっちゃく切り出してこうラベルにしてもいいですし、ちょっとこれもまた可能性が広がるものを買いました。ちょっとね、思ってたより字がでかかったな。4ミリを頼んだんだけど、もっとちっちゃくてもよかったかもしれないですけど、それはおいおい買い足していきます。すごい重たいこれ。だからパーツ構成としては、こういうリングがあって、で底の部分、基本この3つのパーツここをくっつけて、でここの中にこれが入ると。なのでこの風防は生かして、
こがどんくらいかな、3ミリぐらい、本当は2ミリぐらいにしたい。でできればここにこうギザギザの装飾をつけたい。ここもだからこのパーツがこういう帯状のパーツを切り出して、ここが110ミリ円周ですね。これをくるっと丸めて筒状にすると。なのでこれと同じ110ミリので2ミリ幅のやつを2本、これにギザギザをつけると、なんかタガネかなんかでうまくいくかどうかわかんないですけど、このどうかなで順番としてはまずこれを切って、あとこの輪っかのパーツ35ミリ、ここが2から3ミリで、同じ35ミリのこれは底、底の部分ですね、35ミリ。とりあえずこれを切り出してやってみましょうかね。ギザギザは難しいな。まずはここをくっつける。でこうこれをくり抜くんだけど、
つけてから切り抜いた方がやりやすいかも。こうで最後に底の部分をこう。とりあえず一回くっつけてみるか。しまった。今これ側面に文字を打刻しようと思ってたのに、くっつけるこの形にする前に帯の状態でやろうと思ってたんですよ。こうどうしよう。ここからまあできないことないか。どうかな。やっぱりもうこの形になっちゃうと、ここに打刻で文字を入れるのは難しいので、ちょっとね、この底の部分に入れてみようかなと思います。まあベタにこの名前を入れますか。C。あお、大丈夫、いけた。ハンマーがちっちゃい。こっちでやろう。K。K。E。ちょっと間隔空けすぎたかな。R。B はどこ行った？ B。あれ？これか。B。日付も入れるか。2025。なかなかいいんじゃないかな。2025-0525。2025-0525。
なんか2と0と5だけで構成されてる感じが面白いんじゃないかな。そっか、ここにだいたい下に書いとけばいいのか。5。ちょっと偏っちゃったな。2。ちょっと左からスタートするべきだった。まあいっか。でこれをこの縁を2ミリくらい残して丸く切り抜きます。でこのコンパスを押し込んで、で底の部分をくっつければ OK。 あとはこの金具をつける。よし、本当に今日はここまで。続きは明日。はい、しれっと日替わりしてます。おはようございます。天気予報では今日は晴れるって言ってたんですけどね、朝から雨です。草刈りしようと思ってたのに、まあ午後から晴れるみたいなので、それから草刈りを。もう雨降って気温上がって草がすごい伸びるでしょう。でもね、今日はね、最高気温が17度なんですよ、予報で。で、最高気温が20度以下っていうのはもう多分これで最後なんですよね。なので今日はちょっと午後から夕方まで気合い入れて草刈りをしようと思います。もうね、梅雨入りでしょうし。まあね、今こんな感じです。これがこうグッとはまり込む感じです。いい感じです。今のところいい感じです。これをですね、はめ込みます。ぴったし。雨止みました。午後2時ですけど、
またお昼食べるの忘れてた。なんか腹減ったなと思った。ご飯食べよう。この上下の帯にギザギザをつけるって言ってたけど、どうしようかな。できるかな。やめといた方がいいかな。今日はこの後草刈りをしよう。その前に昼ご飯を食べなきゃ。このね、上下に今ギザギザを入れるかどうか迷ってるんですけど、どうしよっかな。ちょっとやってみよう。ヤスリがいいのか。あ、難しいな。これでこのダイヤモンドカッターのビットでカリカリ削っていくのがいいのかな。いけるかも。いけるかもしれない。ちょっとこれで進めてみます。悪くないでしょう。難しい。一周した。いいでしょこれ。これ108本のね溝を刻みました。煩悩の数嘘ですけど。下の段もやっていきます。とりあえず上下の溝が刻めました。これちょっとねトゲトゲしてるので滑らかにしていきます。これだいぶ質感上がりましたね。やってよかった。失敗が怖いからどうしようかなと思ってたんですけど。
溝の間隔は別に測ってやってないんでバラバラですけど、まあなんか手仕事感あっていいですね。素朴さに逃げないって言ってましたけど昨日は。もうここまで来るとね、ワイヤーブラシでやるか。これがねすごくいいんですけど、ワイヤーが顔に飛んでくるんですよね。痛いんですよ結構。うん。ちょっとこれ安いのがいいか。またビデオを録画するのを忘れてたんですけど、金具がこの輪っかがつきました。輪っかがついたので、これはありもののキーホルダーなんですけど、これにこんな感じでいいんじゃないですか。これで完成としましょう。難しい。こんな感じです。これでまあここがねこんな感じの色になってくると思います。真鍮なので。今回はねこのシリーズ初めて失敗するかなとちょっと思ったんですけどね、まあなんとかどうにかこうにかうまくいきました。かっこいい。じゃあ最後までご覧いただいてありがとうございました。ではまた次。お疲れ様でした。盛り終わり。買った草を集めるのはもう明日にしよう。なんか今年クレマチスが全然咲かないなと思ってたら足元で咲き始めました。上の方はまだ全然。真鍮から
バラの開花状況はこんな感じです。今日現在ここに植え替えてから3年目かな、どうだったかな、確か一昨年ここのアーチを建てた時に植え替えたんですよね。色が薄いのもあるな、かわいい。まだねつぼみもあるんですよね。まだどんどん咲いてきてますね。それでシジュウカラがね、今多分親鳥がいないと思うんですけど、中にねヒナがいます。安心して寝てましたね、ヒナたちは。クレマチスがもう上まで達しましたね、アーチの。もっとぐるぐる巻いた方が良かったのかなまあいいや。晴れた。今日はね本当草刈り日和でしたね。汗をかかずに草を刈ることができました。ただねもうちょっとエンジンの振動で手がしびれているので、今日はもう細かい仕事はできないです。